当のこのリップが。はい、今回はですね、リバーシーバスってことで、川の釣りっていうのは一番の特徴はやっぱ流れだと思うんですね。だから流れの攻略、それからルアーをどうやって流せばいいかっていうのを軸に、いろんな状況ありますので、ロケ中いろいろあるその状況に当てはめながら、川の最終的な攻略法っていうのを少しでもお伝えできればなと思っております。ルアーが泳いでる感じがしなくなる時に当たってきますね。とにかく流れを探す、もうその魚の目の前でレンジとアクションがドンピシャ合えばリーダーを自然に流すっていう、そこで出た魚は間違いなく乗るんですよね。ハーモニカでバッチリじゃないですか。絶対抑えてる情報っていうか一つあって、それは潮位偏差っていう考え方ですね。朝みたいにベイトがいっぱいいる方を断然選ぶべき。流して釣ってなんぼじゃないけど一番楽しいのでやります。よし、出た。よしだ、食いました。よかった。よしよしよしだ、出た。今河口エリアに来てます。で、川の流れ、川をね攻略するためには流れを攻略するんですけど、当然上げ潮と下げ潮っていう、潮位で動く流れ、それから、川本来っていうのは山から海に注ぐ流れがありますので、その2つの要素をしっかり見極めることが大事です。で、今はですね3日前にかなり大きな台風が来まして、どっかり雨が降った状態です。で、そういう時は今満潮なんですけれども、川の本来の2番目に言った川の水量がとっても増水してる時期なんですね。で、そうすると上げ潮は効かなくて下げ潮がしっかり効くっていうような状況です。で、3日目なのでさすがに水量も落ち着いてきて、だけどもう満潮段階から結構もう流れは流れてますね。で、その流れてる時にレンジの流れっていうのも意識してほしいんですけど、今はですね表層、人間表層しか見えないですね。で、ルアー引くと中層と、ボトム、低層の流れも把握できるようになりますが、一番速い流れがどこなのか、でそこが一番速いっていうのはめったにないです。基本ほとんどないと思ってください。だけど中層が速いのか表層が速いのか、そこを見極めることがルアーのレンジ選ぶ時すごい大事で、今日はですねもうその北風、川の真水、それからこれから下げ潮始まる態度で、もう表層ほど潮が速い状態ができるんですね。っていうかもうできてます。できてる証拠がこのベイト、水面跳ねるベイトはもう表層に確実に、プランクトンとか、このベイトも餌を食べに来てるわけですけど、そういう流れが、出やすい状態ですね、表層のね。で、デイゲームに関してはこうベイトがたまる要素って2つあって、1つは流れのたるみですね。今はこう右から左にシューッとまだ台風で出たゴミが流れてますけど、それがこう巻き返して、ここは大きな、湾道上というか、隣の川からの合流点なんですけど、流れがよどむとこ、そういったところにベイトがたまりやすいのと、それから地形ですね。地形的にここはちょっと浅く馬の背になっている場所です。だからすごく魚がつきやすい。で、こういった場所で流れに合わせて釣っていく感じをちょっとやってみたいと思います。まずスーさんあたりからですね。はい。で、最初はねもう本当にお好きなルアー投げてもらえればと思います。
持っちゃったよ1投目でしたね。やばい、テール1本だ。よいしょ。ルアーの流れで、レンジで速い流れを見つけていく作業をしようかなと思って、だけどベイトが固まってるゾーンの外側ですよね。はい、こんな感じ。すごい。流れがシューッと走って、ここにまっすぐ潮目ができてるんですけど、その潮目沿いが一つのキーじゃないかなと思います。潮目より右側が流れが速いとこ、左側が止まってるとこですね。で、潮目、今こう鏡みたいになってるのがまっすぐ伸びてるんですけど、これは左からと右からの流れがぶつかってるとこにできてます。で、なんでぶつかってるかというと、川の合流点だからなんですけど、で、なんで鏡みたいになってるかっていうと、ぶつかることで厳密に言えばちょっと水面が高くなってるんですね。下から水が湧き上がってるところです。お風呂でこうワンってやった時のモワーンっていう状態が、やんわりできてるので、波が消えるんですね、盛り上がってるから。で、鏡みたいになります。で、川ってこう見渡すとあちらこちらに潮目があるんですけど、それは全部地形、そこの地形でできた流れ、その流れがぶつかったりよれたりすることでできてますんで、潮目を見極めていくっていうのがこのスズキ釣りではとても大事な考え方っていうか見方っていうんですかね、要素ですね。だいたい上から50センチぐらいまでを、扇状にね引いてます。で、たまに、ボラの子供ですね、20センチないかな、10センチ後半ぐらいの、ボラの子供に当たってますけど、シーバスからのコンタクトはない状態で、ここからレンジを基本的には下げていきます。はい、これは邪道の兄さんですね。まだ流れが弱いね。もう90度近いダウンクロスですね。で、そうすると普通の何もない水の止まったところでよく動くルアーは、当然下流方向に投げて流れを強く受ければもっと動きます。で、もっと動くことで釣れないっていうのが結構初心者中級者の人がハマってしまう罠で、そういう時はこうクロスキャストもしくはアップクロスキャストっていう上流方向中流方向に向けて投げることでアクションを合わせていくんですけど、ここはですね、魚がいるのが潮目きれいに出てきましたね。潮目沿いなので、そこでアクションとレンジを合わせたいってなると、こういうリップレスミノですね。もうリップはいらないと。リップレスミノは流れを強く受けませんので、下流方向投げてもそんなアクションが暴れない。その暴れない状態でだいたい 1.5 ぐらいまで流し込んでいきます。流し込むというか巻きながらシュッとこう、ちょっとした U 字ですね。ひらがなでいうしの字ぐらいを書いて流し込んで潮目の中を通す。魚はですね、スズキって魚は基本ボトムにいるんですよ。ボトムにいて上を意識してる魚なんですね。で、その時出てきやすい上のレンジっていうのを合わせるんですけど、サゲ潮の夜の明暗部とかそういう釣りを除いて言えば、ほとんどこういうところの魚は、要はそこのちょっと上にいますので、
今水位が高い状態で23で 1.5 メーターぐらい潜らせてってもこう魚より全然上かもしれないんですね。だからレンジをどんどん落としていく必要があって、でこれが面白いのは潮位が下がってくると当然同じ釣りしてても通るルアーもだんだん下がってくる。でやがて根がかっちゃうぐらい浅くなれば根がかっちゃうんですけど、そのレンジがあった時、アクションがあっててレンジがあった時だけバタバタって食うイメージ多くの人持ってると思うんですが、実はそれは潮位でできたルアーの通る泳走でできてる差でその時だけ食うので、本当に上手な人はレンジを使い分けていくことで全満潮でも干潮でもかけられるのがスズキじゃないかなと思います。そこしか口を使わないっていうんじゃなくて、多分レンジが合ってない、もしくはアクションが合ってない、そういうケースが多いんじゃないかなと。ただ今ちょっと23で1メーターちょっと沈めてますけどバイトがないので、手っ取り早くバイブレーションですね。これはオルターネイティブのモンキーロックバイブです。だいたい今ボトムから1メーターぐらい上を、引いてるはずです。だからだいたい沈めて2カウントぐらいでそこにつくんじゃないかなと。一回ボトム取ってちょっと浮かせます。でこうバイブレーションが、ブルブルって2回触れるぐらいですかね。2、3回ブルブルって触れるようなこうちょっとフラッシングをただ巻きで食う時と、だけどもここはなんか底がガチャガチャしてるんですよ。だからそういうガチャガチャしてるエリアなんかではルアーを動かしていった方がバイトの量は10倍ぐらい増えますね、ただ巻くより。だいぶ沖の方は流れが走り始めましたね。ブイのよれとか見るとね、今そこに鏡みたいになってるゾーンができてるんですけど、これはどういうことかっていうと、流れがこう来てるのにそこだけ鏡になるっていうのは、一つはこっちから来てる流れがぶつかってるのもあるんですけど、地形がこう浅くなってるんですよ。で水深3メーターだったら3メーターで来た流れが2メーターになるので、行き場がなくなった水が水面出るから波が消えて鏡みたいになるんですね。でそれがこうシャーッとできてるってことは、そこに3メーターが2メーターになる要素で、そこは流れが加速していくところなんですよ。でそういう加速していくとこっていうのはスズキが大好きで、スズキはできればボトムが一番速い加速してるとこが大好きなんです。だけど、全く水深が一緒だったらどんな気象条件でも実はそこを流れる水の抵抗っていうのは、結構あってですね、そこが一番速いってことはなかなかないんですね。だけどそういう深いところが浅くなるところっていうのは、時と場合によりますけど、そこの潮が一番速い。そうするとスズキは自分が一番安心できる、ボトムのちょっと上に泳ぎながらそこにいられるんですね。でもう一つはその速い流れの中に出てきてる魚はとてもやる気があるのと、それからルアーを見切りづらい、水が激しくよれてますので、ルアーだと見破りづらいですね、向こうにとっても。だから水のよれの中と、それから水面で泡をまとうっていうのはルアーフィッシングの一つの、見切られない
大事なテクニックですね。だから今シンキングミノをつけてるんですけど、投げたら潜らせていきながら、ちょっと流してます。で流していく時にレンジを下げるんですけど、後で図が入ると思います。流す時のボディの側面に流れを受けながら流れに乗せて下流に流していく感じですね。でその時そのルアーのレンジもやや下がっていくように流します。そうすると、地形はこう浅くなってますんで、その浅くなって走るところにスズキがついてるんですけど、その流れ込んでくる上からやや沈みながら流れてくる状態が一番スズキはごちそうさまっつって食っちゃうんですよね。で今こう80リップ付きの8センチのシンキングミノで流し込んでますけど、リップ付きなんで結構動いてます。で自分の流し込みたい今スピードからするとアクションがちょっと強すぎるなっていう限界ですね。限界だけどちょっとずつ切って、でここからまだまだ流れ速くなりますから、そしたら、ミノでこの角度に投げるんだったらもうミノでやるのを諦める。でリップレスミノで同じように流し込んでいくようにしますとか、バイブレーションとかね。だけどもう一つ方法があって、魚がそんなに遠くないんであればやや上流方向に投げる。流れが速くなればなるほど投げる向きを上流方向にこう切り替えてってあげると、そこからこう泳いで自分の正面から回収するようにすると、リップ付きのミノでもさすがに流れを受けてもう泳ぎが破綻するような状況は回避できると思います。でレンジも合わせてその魚の目の前でレンジとアクションがドンピシャ合えば完璧ですね。で深いところから浅くなる側は、最初は鏡みたいになって分かりやすいんですけど、分かりやすいというかそれで判断できるんですけど、もっと速くなってくるとそれで今度水が湧き出てよれるようになってきます。でそうなってきたらそうなってきたでますますこう魚からすると水が激しくよれてるのでルアーを見切れないのでバイトが出やすいですよね。ダウンドリフトですけど、今こう流れてると、ややダウンクロス下流方向ですね投げるんですね。でその状態ですごく意識してほしいのは水中にあるこのリーダー部分ですね。リーダー部分で水を切らないということです。どういうことかっていうと、なんとなくこうリップレスミノ使い方が下手な人はブルブルを感じたくて、糸を張ろうとしちゃうんですね。で張ろうとしちゃうと、こう流れの中でこれ難しいんだよな。流れの中でリーダーも含めて全部が流れを受けてる状態作っちゃうと、波動が出るんですね。波動で魚って側線でそういう流れてるものの存在とか波動を感じてるんですけど、ここからここまでが波動を出しちゃうとそれこそ長い物体が流れてるように魚は取ってしまいます。だから食わなくなっちゃう。だから一番大事なのは流してる時にリーダーは自然に流す、それイコールルアーも自然に流れるので、ルアーを自然にボディの側面に流れを当てた状態でずっとこう魚がいるんじゃないかって思った浅瀬だったりかき瀬だったりに流れ当てて流してそこを通過させるんですけど、させる時イメージでとても大事にしておいたらうまくできるのはリーダーを自然に流すっていう、流れと同じスピードでリーダーを流してあげる。それをイメージすると多分ルアーも必ず自然な状態で流れるので、
もう本当にバイトの数が圧倒的増えるようになるんじゃないかなと思います。でだからこう着水したら、着水した時の流速が分かりますのでこう巻くんですけど、こうルアー糸僕の位置ってなっちゃダメなんですね。この状態今水切ってる状態ですけど、こういう状態でダウンで流していくと、まずはルアーが浮きやすいので、サイズが小さい。それから、魚はですね下流側にこう来て吸い込むとボンと口開けて吸い込むんですけど、そもそも糸が張っちゃってるので、口の中に入んないです。で入んないから、外掛かりしやすいですねとか、テールフックがかろうじてかかる。だから本当にかかってもバレやすい人は基本糸が張りすぎです。で、リーダーなんかイメージとしてはルアーがあったらリーダーはルアーより一回下流に行って、でリーダーの上のメインラインもやや下流に行ってから僕の方にラインが向いてくる。でそれが行き過ぎないようにちょっとラインの量をコントロールして流してあげる。結構でこれも14センチのシンキングミノです、ブローイン。これもフルキャストしてから、フルキャストして、まず、泳がせてリップで水掴んでレンジを決めるんですね。でだいたいこれぐらいで 1m ジャストかなってとこからドーンと流していく。だからよくブローインの釣り方っていうところでいろんな人が置いて流すって表現してますけど、その置くっていうのは別にこう置くっていうよりはまずレンジを固める、体勢を固めるってことですね。そこからはルアーを泳がせるっていうよりはもう本当に流していく、釣りイメージすると、これ平スズキとか川の清流ですね、ガンガン流れるような清流とか、フライとか点からやる人なら分かるんですけど、もう水切っちゃったらまず食わないんですよ、マス類なんかで。いかに自然に流すかっていうとこ大事なんですけど、スズキも同じですね。ニジマスとかヤマメイワナのほど水が澄んでないし、目も良くないのでそこまでシビアじゃないですけど、考え方は全く一緒です。だから川で90オーバーメーターオーバー取りたい人はこの釣り覚えないと、普通に巻き巻きしてたらもう本当に復古釣りになっちゃうんで、流す釣りをぜひ覚えると、大きい魚が断然出せるようになるんじゃないかなと思います。わあ、どちゃ濁りですね。基本ですね、黒く濁らない限り、多分白く濁ってもコーヒー牛乳でも黄土色の白っぽいなんていうのベージュ色でも全然問題ないです。むしろ釣りやすい状況の方が多いですね。川で一番難しいのは澄んでる時、とにかく見切られるので、もうそのよれの中以外食わせようがないっていう。あとはシェードとかね絡めない限りですけど、濁ってると魚も浅い方に入るし、もう簡単に杭が立ってる状態ですね。だからどちゃ濁りだからっていうのはもう人間のメンタルの方ですね。むしろこんなんじゃいないんじゃないかと思いますけど、やっぱここちょっとがっつり雨降っちゃったんで、ここのとこ、濁ってますけど、ただちょっと心配なのは黒っぽいことですね。でこの黒っぽい濁りっていうのは一回舞い上がった土砂が沈んで、もう一回だいたい今日みたいな大潮の下げですね、下げ潮で舞い上がるんですよ、また流れで。そういう時に出る、だからよく岸際だけ波が来ると濁ったりする濁りの成分なんですけど、で川の中でスズキを釣る場合は
とにかく流れを探す、流れの中で釣ることがとても大事です。で、見た目でね流れてるのがもちろん分かれば理想なんですけど、どういうふうに考えていくかというと、やっぱり川の流れっていうのは水量は上流から下流までこう支流を集めながらだんだん水量全体は増えていくんですが、例えば今見えてる範囲で言うと、こっちの上流の方はとても狭いんですね、川幅が。でこの川は僕らの前でこうラッパ状に広がって、下流の方は一気に広くなります。で、多分幅が広がれば当然水量が一緒なら狭い方が流れが速いです。ただ結構難しいのは深かった場合、今度水深があると流れは遅いんですよね。川でも背があって縁があって背があって縁があってって続きますけど、縁はやっぱりゆっくりで、背の上が速いっていうのは浅いから速いんです。だからここも、狭くて深いかもしれないし、狭くて浅いかもしれない。でこっちは広くて浅ければ流れ速いし、広くて深ければ流れ遅いんですね。だから幅見て分かる情報ですから、幅も大事なんだけど水深っていうのを考慮してやっていくと、その流れが速くなるゾーンっていうのがこの辺のどこかにあるはずなんです。でそれがどこかっていうと、今で言えばそこですよね。走ってきた流れが開きながら、でもう一つはそう流れが開くところって鈴木大好きなんですけど、流れが開いていく過程で今ぶつかった流れが、このゴロタでちょっと浅くなってるんだと思います。その辺がだからぶつかって湧き上がってよれてる、こういった場所に鈴木はドーンとつく時が多いです。でその、流れっていうのは本当に刻一刻と変わるんですね。だから潮位がどんどん下がっていって、そういう湧き上がる流れが来なくなると、よれが消えると鈴木もすぐ移動してまた次のつきやすいところにつくという感じになります。であともう一つ流れが速いとか魚波って言ってですね、わかるかな、あの辺ちょっと出てるんですけど、魚をよくやっぱチャラセで水の流れとは別にこう波が同じ場所にずっと立つっていう、でそこも浅くて盛り上がった流れが発生してる場所ですよね。だからあそこの真ん中の流深は非常に速い流れ今流れてますけど、魚波も立ってて、あそこも魚がついてる可能性が高いですと。でこうまったりしちゃったとこっていうのはベイトがいれば魚入るけど、ベイトがいなければあまりやっても出ません。はい、続いて干潮からの味ですね。味塩をやりたいと思います。で今3時ちょっと前なんで、干潮から3時間後ぐらいです。だから増水してからだいぶ味が効いてくる時間ではあるんですけど、でも多分水が多いので見た目はそんなに流れないんじゃないかなと思います。だけど多分下に海水が差してきてれば、これから荒川やろうと思うんですけど魚いるんじゃないかなと。濁ってますね。さあで今こっち下流なんですけど、揚げ潮がそんな普段の大潮の揚げ潮に比べたら全然、流れがないですね。多分だいぶ増水してる流れってぶつかっちゃってますよね。だけど潮位だけはちゃんと上がるので、大野くんのマリブね、濁ってる時の方がどうかな、濁ってるっていうのもあって結構どこで食うのか分かんない。意外とこれもう本当に足元しっかり1時間やったら1本ぐらい出るような感じだと思いますし、こういう木はねだからもう本当にこう濁ってる時って鈴木は夜ナイトゲームとほぼ一緒ですよね。もう自由自在に警戒心なく移動できるんで、もうそういう点ではしっかり気を見かず
だいたい真ん中ぐらいでドンっていう時も結構多いですからね。おそらくですけど、さっき朝話したように今上げ潮でこう前走を上げてると思うんですが、表層だけは真水が上を滑ろうとして、戻され上げてんですけど真水がこう返そうとしてるんですよ。でプラス風も逆なので、多分真ん中の下の方が、中層ですね、真ん中の層の方が流れが速いんじゃないかなと。そうすると魚は真ん中の層でこっち向いて橋脚にいるんじゃないかなと思います。でこう打ち込んで、沈めて流し込んでって、その中層でなんとか気づかせたいなとやってるんですけど、こんぐらい濁るとやる気があるやつはもう上にいますよね。水面直下まではいかないけど、多分水深50センチぐらいのところにいるんじゃないですかね。こういう橋脚打ち合うんだったら、僕の竿で言えばナイトホークって竿ですね。断然ナイトホークに分があります。でもその飛距離出しにきつつっていうなら、この 10.4 のハイローラーもう、そこそこは気は打てるので、オープンエリアのフルキャストで言えばナイトホークより 10m ぐらい飛ばせるんで、このハイローラーは。で今日はちょっとその飛距離を優先させてきてますが、最後人差し指でサミングして着水音をこう、魚が浮いてる時は着水音もなるべくちっちゃく、あっちの橋やってみようか。ブルーブルートレイシー鉄板のアップクロスます。水深は4mぐらいですね。あそこによれができているので、今日午前中も話したように、よれができる何らかの理由があってよれってできるので、そういったところをしっかり打っていく。何があるとか分かんなくてもいいから打っていけば分かるんですよ。こうそこに背があるんだなとか、これ単に今のよれは単に駆け上がりがギュッときつくなるためにできているようですけど、特に下に背があるわけじゃなさそうですが、打たなきゃ分かんない。流れ大事なんですけど、ベイトもとても大事で、朝みたいにベイトがいっぱいいる方を断然選ぶべき。どんなにいい流れ、いい明暗、いい橋脚でもベイトがほとんどいないと、そんなに釣れないですよね。ということで、ちょっと今日は河口エリアの方がいいようなので、河口エリアに行ってみます。もう一回。一番考えなきゃいけないのは一番ベイトだと思いますね、リバーシーバスは。でベイトっていうのは必ず川にはいるんですけど、ちゃんとそれを食うような状態でいるのかいないのかが第一で、もうベイトが乏しいとこでだったら、どんなにいい流れ、どんないい背があったって魚入ってないので、まずはベイトがいいエリアとか、川なんかでもだいたい3キロ5キロぐらいで区切って魚の分布で濃い薄いってずれますんで、東京なんかでも今足立区の辺がいいのか、江東区の辺のがいいのか、もう北区の方がいいのかとかいうぐらいはかなり意識しといた方がいいですよね。結局イージーな魚がたくさんいるっていうことですよね。でそのエリアさえ合えば、あとは流れを探したり、メソッドが多少ずれても食いますし、流れさとかポイントさえしっかり押さえれば比較的釣果出しやすいと思うんですよ。こ
はい、じゃあちょっと上を見切って、もしかしたらいいような気もするんだけど、見切って河口の方にまた戻ってきました。で状況どうだかわかんないけどやってみましょう。距離が欲しい時はこいつで決まるの。アピアビット V ですね。そうですね、トイとか斜めにちょっと向かい風乗っけて、打ちたい時とかですね。でなかなか食わせるアクションっていうところまではもう飛距離優先してるんで見つめようがないちょっとルアーですんで、基本的にはリフト&フォールでこう食わせる間を作ってあげる。ただ巻きでも食うけど、こうやってフォールさせてあげた方がよりバイトが出ますね。30m、20m 離れてもう本当に10対1ぐらいな感じのでありますね。もう特に川はもうそのボトムの地形が全て言ってもいいぐらいなので、そこに流れがどう当たるかっていう話ですから。ここも背が点在してるんですけど、見事に背の前にはみんな入っちゃってて、あんまり動いちゃダメですね、さよりの時は。全然バイブレーションで当たんないのはそういうことかなって。今日一日やって朝1投目で釣ってからそういえば釣ってないんですよね。ポイント台風後のね状況把握であちこち動いてますけど、分かってきたのはどうやらあまりルアーを動かさない方がいいってことと、結構表層に魚がいるっていうことで、深いところよりシャローですね、浅場に魚がやっぱ濁ってるせいで入ってるなっていう、とっても動きが弱いので、もともとそういう狙いですから泳がせようとしないで流す。ちょっと多分すごくスローな釣りが必要な状況ですね。で喋ったり、カメラ回してるとそれがなかなか意識してんだけどできなかったりして、どうもさっき上流でワームで2本釣ってたお兄ちゃんは、それこそ地球丸の雑誌を見てダウンドリフトでやってみたら釣れましたなんつってたんで、僕も同じことやってるんですけど、なんか出ないのは多分わずかに早いんだと思います。で魚がね溜まってる時に、水が澄んでると水深浅いと見切られやすいんですよ。流れもそんなないので、そういう時断然トップです。で今日はちょっと濁ってるからトップってよりは、新編とかミノの方が出そうな気がしますけど、水が澄んでる時はトップから入る。と思った以上に浅いところでボーンと出ますから。やっぱりこの濁りの通り徐々には良くなってますけど、まだまだ強いですよね。一つ水が透明であればあるほど橋の下とかそういうシェードにつきやすくなります、日中は。で、濁ってれば、障害物ですね。結局地形変化とかで
とか橋脚とか、そういう水がよれるとこを積極的に好んでつくようになる傾向はあると思います。で今濁ってるので、むしろここはその橋の下のシェードっていうよりはそういうちょっと地形的な、瀬とかですね、こうゴロゴロした岩があるとか、そういった点でここに来てるんですけど、ただちょっと流れがもう少し欲しいなっていうところですね。そのまま引くと潜っちゃうバイブレーションをちょんちょんとこうレンジをキープするのと同時に水平姿勢ですね。バイブレーションってどうしても頭下がりになっちゃうので、それをこう一瞬でもいいからピヨッとこう横の姿勢にを作ってあげる。でそこからこうフラッとホールするっていう。でもホールって言ってももう5センチ10センチですからホールって言わないですけど、要は姿勢変化をちょっと作ってあげると、特に東京湾なんかは魚が擦れてて、こんなに食うのかってぐらいだから、やっぱりいるんだよねって話は昨日からしてますけど、やっぱりアクションが変わると食うもんが食わなかったもんが食うようになるなっていう一つのアクションですよね。あと1時間ぐらい前が地合いでしたね。ちょっとここ釣れないから場所変えましょう。はい、今回ですね、もう一つ川の釣りやるときに僕がむちゃくちゃ意識してるわけじゃないんですけど、絶対押さえてる情報っていうか一つあって、それは潮位偏差っていう考え方ですね。で潮位っていうのは何かというとタイドグラフ、皆さんご存知のタイドグラフで満潮干潮ってやつですが、あそこで出る潮位っていうのはあくまでその天文学から出してきた地球の引力とかそういう関係でここまで潮位が上がるっていう予測値ですね。ただ実際潮位っていうのは他の要素で結構変わります。で一つがまず増水、川の雨でたくさん上流から水が落ちてくると潮位が上がる方に行きます。それからもう一つは気圧ですね。で高気圧が張り出すと潮位が下がります。下がる方に働く。それから、低気圧が近づいてくると、要は水を吸う空気の力が空気が薄まるんで、水を吸う力が弱まって潮位が上がるんですね。で大体台風とかそういうのを除けば大体、プラスマイナス30センチぐらい、20センチかな、ちょっと場所によって違うんですけど、それぐらいの作用が働きます。それからもう一つは風で、例えば東京湾みたいなこう南が開いた湾ですね。こういう湾に対して南風が吹くと当然吹き寄せられた風、要は波が立つんですけど、20センチの波が押し寄せたってことは、その20センチの波の水はどこかに行かないと溜まってっちゃうんですね。だから当然水は流れるんですけど、その流れる中で、だいたい10センチぐらい、それも台風とか除けば10センチ15センチぐらいの、水を押し上げる力が働きます。で、反対に吹く側の方は下がる方の力も働くんですけど、そんな大した差にはならないです。でこういった差からが複雑に絡み合って潮位偏差っていうですね、偏差値の偏差ですね。で例えば200センチまで今日は満潮来るはずなんだけど、今日は220までしか行かないよとか、220まで上がっちゃうよとか、180までしか上がらないっていう日が、毎日実は起きるんですね。で皆さんも釣りしてて、同じ下げ潮、昨日と同じ大潮なのに、なんか今日の大潮は昨日と違ってダラダラなんか昨日のような速さがないなとか、上げ潮が効かないなとか、いろんな満ちてこないなとかあるんですけど、それはいわゆる大体東京湾だと200センチの潮位差で大潮の時動いてますけど、プラスその通常時大体プラマイ20なんで40センチ
40センチの誤差が常に作用してるんですよ。そうすると200センチ下げる下げ潮でもそれが逆に働いた日は40センチマイナスされちゃうんで160センチしか下げない潮になっちゃったり、だから例えば100センチしか引かない日に40センチも反作用が働くと60センチしか引かないんですよね。そうするとあれなんか今日は全然潮が引かないっていうような感じになっちゃう。で、例えばでこれどうやって分かるかっていうと気象庁のウェブサイトで、これは気象庁のここの東京の潮位ですけど、赤い線が天文学から出たよく皆さんが見てるタイドグラフの予測値で、青い線が実際の潮位です。で、大体こうリニアに合うんですけど、で下のグラフが潮位偏差ですね。でマイナス20からプラス20まで一気にこう潮位偏差日々マイナスからプラスにこういろんなさっき言った要素で動きます。そうするとこれ時間が一緒なので、ここの下げ潮はですね、大潮だから180から50ぐらいまで下がるはずの下げ潮だったんですけど、潮位偏差がプラス側に転じようとしてる時なんで潮位が予定通り下げなかった下げ潮で、こういう時の下げ潮は大体釣れないんですよ。外すとか渋い。でも今度一転した上げ潮ですね。この上げ潮に合わせて潮位偏差がダーッと上がる。そうするとやけに走る上げ潮っていう変になるんですね。で大体ウハウハするわけです。だから、これをね潮位偏差って考えを一つ頭に入れてやるとより釣りが楽しくなるかなと思います。はい、で、じゃあこれは潮位偏差予測できるのかっていうと、そういう気圧とか云々で予測はできるんですけど、あんまりね当たんないんですよ。やっぱなんか本当に不思議な力で潮位偏差って動くので、だからどっちかというとですね、釣れなかった時の言い訳をとか釣れた時のなんかだからかっていう、だから今日なんか下げないなとか思った時はちょっと見てみたらこう下げに転じその潮位偏差が上げに転じててぶつかっちゃってんだなとか、そういうのはねちょっといろいろ判断したら面白いかなという一つの特に川で流れを攻略する上では流れをとても左右する要素なんで、ぜひ頭に入れておいてください。釣りっていうのは9割は頭の中でやることじゃないですかね。多分1割が体を動かしてやってることでぐらいかなと思いますね。なんかそのエネルギーっていうか負担の感じとか負荷の感じはとっても疲れますよね。釣りをすると頭が。子供の妄想がベースだと思いますね。だけど大人になる子供の時は潮位偏差なんて考えてなかったですから、ただ子供心に当然子供心の釣りの本にはもうページ開けば必ず「駆け上がり」ってカタカナで書いてあったじゃないですか。駆け上がりってこれかなみたいな感じでやってたと思うんですよ、子供の頃やってた人は。もうそうやって子供なりに考えてそれがうまくいってれば楽しかったでしょうし、浮き釣りなんかはやっぱ考えなかったら棚を考えなかったら浮き釣りあんな釣れない釣りもないですから。でも棚がドンピしちゃうとバンバン入れ食い出すっていうのが浮き釣りの凄さであって、ハゼ釣りなんかでもだんだん潮が満ちてくると餌が離れるんですよ。でハゼ釣りって上げ潮の方が食いが立つので、干潮から入ってこう上げ潮釣ってるとですね、ある時パタッて当たりが止まるんですよね。でもそれはもう潮が上がってきてその時ドンピシャ合わせてた誤解がもう離れちゃってるから食わないんですけど、でもそれでそっかって言って気づいたらそれはその人のものになって、でルアーでもそうで結局なんか投げ続けてずっと背の上バイブレーション通してたけど潮位が引いてきて背のすぐ上通ってドンって食ってるだけで魚が回ってきたって言ってる人もいると思いますし、でも待てよってそれで回ってきたって思っちゃっても幸せですけど楽しいですけど、もしかしたら通してるレンジが潮位、当然2 m 下がって自分たちが2 m動けば投げた先の
ルアーの軌道も2メーター変わってるわけですから、同じ釣りしてれば、そこを頭に入れて、待ってもっとレンジ下だったのかなっていう、でもっと潮が高い時間にもう一つ下攻めたらもっとでかいの出たんじゃないかなとかいうところまで考えられたら釣りはもっと面白いんじゃないかなと思いますよね。もう下げ9分ぐらいですね。水面は結構下げてる感じだけど、流れはだいぶ弱くなってきて、ここの明暗が開いてたんでちょっと入ってみました。おっと、ライトが消えてんだ。残念なことに一番ついててほしいライトが消えております。あそこだけ消えてるのね。ルアーをこう流すとき、リーダーで水切らない、リーダーが水と同じように流す、水に乗って流れていくようなイメージですね。そうするとルアーは横向いて下流方向に流れてくるんですけど、若干こっちの手前に来る力が作用してる分だけ泳いでるんですね。でブルブルとか伝わってくるわけではないんですけど、もう川の流れに乗って、川の流れでね上流向いて流されてくるベイトを待ってるスズキにとっては一番食べやすい状態、逆らおうとしてるけどもほとんど流されてるっていうベイトフィッシュの状態ですね。でプラスダウンドリフトっていうのは東京湾はとてもですね、秋この兄さんのダウンドリフト相性がいいんですけど、なんでかというとこの北風ですね。今もピューピューかなり風が吹いてるんですけど、この風がラインを先にさらに先行させてくれるんですね。だからこう下流方向投げて風がないと、もしくは逆の風だとラインが反対に吹けて、結局ルアーが横向かない上流方向向いちゃうんですけど、この風のおかげでルアーが横向いて流れる時間が、とても長いです。それがね釣果に効いてきます。乗んなかった。今食いましたね。残念。ちょうどこうターンしてきたところでしたね。本当はダメなんです。そこで食わせてるようじゃ、もっと流れてる最中食わないといけない。早いのかな。ちょっと風でね水面がシャーって走ってるように見えてるだけかもしれないですよね。明らかに見えてるのに比べたら全然流れは遅いんですけど、その加減ですね。これは竿先とルアーの巻き抵抗で感じてくるんですけど、それがずれてると実は動いてるようで動いてないまま流されてて、でもスズキはついてきちゃうんですね。でそこで食えば一番いいんですけど、食わせきれないで、でもなんだろうなってついてきて、もう完全にターンしたところでルアーが泳ぎ始めるので、そこであっつって食うんですけど、そこまで追っかけてきて食ってくれるのは結構ちっちゃいサイズです。フッコサイズ。たまにでかいのも食いますけど、やっぱり大きな魚ほど、流進っていうか速い流れの中にいますんで、速い流れで食わせたい、速い流れの中で口を使わせたいですよね。そうすると80センチ90センチが一気に毎年東京湾でも何本も取れるようになりますし、地方の遠征どこ行ってもでかいのが取れるようになるんじゃないかなと思います。ちょっと表層、さらに表層ウルングバですね。ウルングバでっかい、もうほぼ水面ですね。アップクロスっていう、要は上流側にフローティングミノを投げてますから、
水は掴んで一応やや揺れてはいるんですけど、潜るまでの力は受けてないので、水面を引き波を引きながら下流に流されてくる。で自分の正面ぐらい真正面から回収するような感じですね。でこれは、なんか数釣るならダウンクロスの方が断然釣れる気がするんですけど、僕の中で90センチオーバーですね、メーターオーバーとか取ってるのはほとんどこのアップクロスなんですね。でダウンで取ってるのももちろんあるけど、やっぱり大きい魚っていうのはなんか、一番自然だと思います。そのアップクロスから上流に投げて自分の正面から回収してくるっていうのは今日もうずっと流れに乗った状態なので、そこにスズキがいれば本当に上から、上流から下に向かって泳いでる小魚なんですよね。必ずしも流れに逆らうのが泳いでるっていうわけではないので、下流に向かって泳いでたんだけど、よしかあ、ちっちゃい、なんだよこれ、どうして今日はこのサイズなんだ。よし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 。サイズが出ないな、ちっちゃい。アップはでかいのが出るんですよっていう話をしながらちっちゃいのを釣ってしまった。もうアップクロスに投げてこう水面泳いできて、自分の正面になると泳ぎ出すんですね。流れを横から受けて、その瞬間でしたね、食ったのは。流れの中の釣りは3種類ですね。まずアップクロスキャストをつって上流に投げて、自分の正面からこう回収する釣りで、それからクロスキャストをつって自分の真正面に投げてこう U 字を書いて回収する釣り、それからダウンクロスキャストをつって下流方向に投げて、やっぱ U 字を書きつつこう、回収しの字っていうんですかね、回収する釣りで、傾向としてはこの上流に投げるアップクロスキャストっていうのはとても大型釣りやすい、それから、流れに完全に乗って、いわゆるリーダー、ルアーをつなぐリーダーが水を切るっていうのがほとんどないんですね。もう完全に食うまでの時に時間にルアーだけがやや水の抵抗を受けてて、糸がほとんど水を切らないので、警戒心の強い大型とか、それから水が澄んでてなかなか食わない状況で断然強いキャストです。でクロスキャストはクロスストリームっていうのは、本当普遍的な一番のね基本のコース、投げて巻くコースですけど、本当何でも釣れるし、サイズも数も一番釣れるかもしれないし、一番いいですよね。でこのクロスキャストも何も考えないで漠然といきなりデッドスローだと本当に大きな弧を描いちゃうんですけど、できれば遠くでターンさせる、ラインをメンディングしたりして遠くでルアーテンションをかけてしばらく流れ乗ってもう本当に下流に来てからルアーが泳ぎ出して、そこでドンって人多いと思います。多いっていうか、それで食う時が何も考えなかったら一番多いんですけど、ただそこがもう浅瀬入ってきてブレークの上だったりするとでかいのは食わなくてちっちゃいのばっかりっていうような釣りになっちゃうんですね。でそれではなくて、でかいの食わすためにはこうクロスで、投げて、で
こうすぐ糸を張るっていうよりはちょっとだけリーダーを先行させた状態から、沖でもうスーッとこう糸の回収スピードを速くするっていうのかな、要はルアーを横に向かせるイメージを作るといいと思います。でその状態から流していく。そうするともうルアーはこっちに上流側に頭を向けて、ダウンドリフトっぽい状態で流れていくので、比較的水のつかみがいいルアーでやるんですけど、その方が流進で速い流れの中でそれが起きるのでランカーが食いますね。クロスストリームででかいの釣る秘訣は遠くでルアーをターンさせる。でその日の風とかで上級だいぶ変わりますんで、ちょっと意識してもらったらと思います。でもその時もイメージとしてはリーダーで水を切らない、もうとにかくリーダーで水切ったら本当に食わないので、リーダーは流れに乗せてあげてってことですね。だからルアーを泳がせようとしない方がいいです。ちょっと実際シーバスでは絶対使わないぐらいでかいプラグを今つけてますが、ちょっとでかいプラグで、流れの中の流し方ちょっと実践したいと思います。でまずクロスですね。とりあえず投げて、はい、では自分の真正面にルアーが着水した場合ですね。でこの場合レッドスローで巻くんですけど、基本2通りあります。一つは比較的ラインが直線的かつ、ラインを水につけない。そうするとですね、ルアーは上向いたまんま流れるんですよ。上流側を向いてルアーはゆっくり流れています。しかも流れのスピードよりは遅く流れるんですね。ということはどういうことかというと、上流側に向かってルアーを泳ぎながらだけど、ターンするまでは流れの頂点でターンするまではU字のね頂点でターンするまでは上流に向かって泳ぎつつも流されている状態で、そこから今度、流れてるスピードよりも速いスピードで泳いで上流側に泳ぐ魚の状態というのを作ります。ちょっと待ってくださいね。はい、ここでまさに今投げて今真正面にルアーがある状態ですね。でこの状態でラインを少し水につけないかつラインを直線的にすることで上流側に向かって泳ぎながらも流されていく状態が作れます。で比較的大きな角度の U 字R がでかい U 字流し方ですね。でもう確実に魚がどこにいるかわからない場合、探りを入れていく場合、この流し方が結構有効で、比較的リップレスミノがこの流し方に向いてます。兄さんとかね、小桃とか。はい、でやべえ投げすぎちょっと流されてきて、はい、今投げて今自分の真正面ですね。そしたら積極的に今度水をラインにつけて、ちょっと今日風がこっちなんで分かりづらいんですけど、ラインの方が先に流れの中で U 字を描いてる状態で見てもらったら分かりますが、上流が向くっていうよりはラインの頂点に向かって泳いでいくんですね、ルアーは。で、比較的きつい角度で U 字を描いて、ターンします。で今ねそこら辺でターンしたけど、これを沖でターンさせればターンさせるほどでかい魚が出るんですよ。で沖でターンさせるためにはどうするかっていうと U 字のピークを向こうに持ってくるんですけど、どうやるかっていうとアップクロスのキャストです。ちょっと失礼します。アップで投げます。でこう要は上流側に投げる。で
ここから、ラインを水にどんどんつけてライン流しながら巻いていくんですよね。巻くっていうよりは最初のうちは回収だけいいと思います。ちょっと今日風が、はい、そうすると上流側だと最初からものすごい角度がラインについてます。今ラインはもう下流に向かってるけどルアーは今僕の真正面ですね。でこの状態で引くと、ルアーは下流に向かって泳いでる状態、下流に向かって泳いでます。頭はこっち向いてないですね。で今ここで今ターンしたわけです。そうするとさっきの状態に比べると全然沖でターンをするので、駆け上がりの流進の中でターンするから、でかいのが出るんですね。アップは基本ライン先行でやります。上流側に投げたらまあパラッとラインをつけて、でどちらかというとなんだ、ライン先行なんでU 字の頂点になるべき場所から手前の分だけどうしてもたるむんですね。ここがたるむんでこれをメンディングして取ってあげます。そうすると U 字の頂点を沖にピーク U 字の先端を沖に置いとけるんですよずっと。ここであそこでターンができるっていうんです。でこれやらないとどうなるかっていうとやらないとせっかく上流側投げてルアーがいい状態になってもメンディングを一切しないとライン先行で、ルアーが綺麗に泳ぐのは一緒なんですけど途中からここの手前 U 字と竿先の間ですね、頂点より手前半分がどんどん流れ持っていかれてルアーの動きが速い動きになっちゃうっていうのと、それからターンする場所が結局非常に近い。例えば流進とか駆け上がりを超えてもうブレークの上でターンするっていう状態になりがちです。こうするとねちっちゃいのしか食わないですよ。ちっちゃいの釣る時は有効ですけどできればでかいの出したいわけですから、さっきみたいなライン先行で流すんですけどこう流してラインが馴染んでライン先行の形ができたら自分のそのピークですね、ピークのポイントを迎えてU 字のピークから手前の分たるんだらどんどんこう積極的に取ってあげる。左から右に託して、そうすると U 字の頂点を沖に置いとけるんで今で言えば、非常にこの辺からあんな先でターンができるわけです。でターンで食わすと。アップクロスに投げてライン先行で流すのが一番沖側を流せます。だけど風が今日みたいに逆の場合それがやりづらいのでその場合はダウンで投げます。ちょっとね端の方に行っちゃうと危ないんで模擬でダウン作りますね。で僕が上流側行ってこれでダウンで投げた状態で、もうすぐ糸を張ればターンじゃないんだけど要は一応生命感のあるですね流れに逆らってる何かっていう状態は作れるんですね。これで沖の流進で大体10メーターぐらいですかね。ルアーを食わせる力としてはライン先行で流すのに比べるとだいぶ弱いんです、このやり方だけど、ライン先行よりはもう一つ着水してすぐその状態が作れるっていう点では、このやり方もありです。で今ですね、説明したように、クロスで投げて、ラインを自ら出して直線的に、することでルアーの頭が上流向いて流す流し方だ。それは大きな R で流れます。でそういうのに向いてるルアーはこういう23とかですね、いわゆるリップレスミノって言われるタイプ、もう最初から流れを受けながら泳がせますんで比較的泳ぎのおとなしいタイプのルアーが向いてる流し方です。でもう一つですね、もうクロスで投げたりしたらラインをどんどん水につけて、ラインが先に流れてルアーは一回下流に向かって泳いでってからきつい R のきつい感じでターンしてくるルアーやり方で、こっちの方がでかいのが出るし数も出ます。だからこっちをやってる人ほんと少ないのでそれを覚えてほしいっていうのが今回の一つの趣旨です。でそういうのに向いてるルアーっていうのが
このアピアのラムタラとかオルタのルングマンみたいなリップのでかいルアーですね。はい、ちょっとラムタラつけてますが、ラムタラってルアーは例えば下流が投げたら、これだけ動くんですね。でこれ東京湾的考えで言えば動きすぎです。これじゃだけど、上流側に投げれば本当に揺らぎながら、本当に手前がたるむんでラインを取ってあげてターンのピークでやるとこの瞬間ですね、一番魔法のような揺らめきターンが出るわけです。でその時水切っちゃうという状態はこの直線的な状態で、これだと揺らめきが出る間がないんですよ。ずっと同じ感じでいきなり動き出す。だからライン先行アップクロスで投げたら、まずラインが流れていくじゃないですか。それに対して U 字をこういう状態でキープしてやると、要はターンが急なんですよ。ワンと向きがこれを出せるかどうか。慣れたら40、50m 先で今のはさすがにないけど 1m、2m 幅ぐらいの急なターンができるようになります。風のない日は。なんとかちょっとデイゲームで魚取っていきたいなということで頑張ります。ここなんかいいですよね。今流れ当たってブレイクで湧き上がって鏡みたいになってるんですけど、でそれが沖側に払い出すっていう素晴らしい地形。こういった場所、潮目の中に、ボラの子供が帯になってドワーッといるんですね。当然スズキはその下にやってきて、状況いいとバコーンって岸際でボイルが出るような場所ですよね。ちょっとトップウォータープラグでネチネチやってみます。ちなみにトップの動かし方としては、僕が好きなのはドッグウォーキングさせて、でドッグウォーキングさせるときはなるべく移動距離がない、その場でネチネチと首振った後しばらく止めて、でまたちょんとこう首を振ってから止める。でその動きをしながら大きく U 字を書いていく。これが一つ目の動かし方。比較的これぐらいトロっと潮が流れて、下に背がガチャガチャってスズキがついてると思う場合に使います。でもう一つは、もっと分かんない時ですね。この時はこういう感じでなんかほうきで枯葉を払うような感じで竿先を横に払います。水面をバシャって滑るんですけど、でそれをこう巻き直す間、ステイするんですね。でこれをやりながら U 字を書く。でバイトが出るのはこの止まってる瞬間ですね。バシャって瞬間は誘いで、止まった時に食います。でこれはアイマさんのプガチョフコブラクルビットってペンシルで、ドッグウォーキングに強いですし、今のほうき払いアクションをするときは僕はジャイアントドッグ X、メガバスのジャイアントドッグ X とか、メガバスのドッグ X を使いますね。特にこう水が澄んでて特に透明度高い川ですね。ほらトップ出たそういう時トップってとても強いです。ルアーが見切られづらいので、おしゃイエイ。
かっぱりでトップでこれが出ると楽しいですよね。カースズキですね。この尾びれのでかさでかくなるタイプのスズキですよ。やっぱいましたね、そこの脇返しの鏡の中にね。本当はアップに投げて引いた方がこういうドッグウォーキング機は出るんですけど、ダウンで出ましたね。今のアクションはもちろんこうちょん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 って首振ってステイ、このステイでボーンと出るんですね。で動かし続けてると、出るんだけど乗らないっていうことが多いです。だから止めても全然食いますので、 2,3 秒こう止めてあげるとそこで出た魚は間違いなく乗るんですよね。だけどこうブラックバスなのかな、ああいうドッグウォーキングさせ続けてボーンって出るとうわー乗らないっていうのがとても多くなっちゃうのでどんなに浅くてどんなに水が澄んでてもトップだったら大丈夫です。その時ちょっと大事なのは水面にある時に少しでも泡とかよれをまとってステイするとより魚が見切らないってことですかね。でトップの優しい動かし方です。ここの隙間ですね。この隙間にグリップを当てて、で僕自身は別にこうクイクイやってるんじゃなくてこれを震わせなんていうかな、震わせてるだけなんだけど、ここに当たって竿がブンブン、竿の弾性でブンブン動いてるだけです。でそれでティップが触れてピッ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 ってこうアクションつけて、トップの一番大事な動かし方、引っ張った後すぐたるみを作ってあげないと首を振らないので、その首を振るのを手首で無理やりキュッて戻すのは6フィートぐらいのバスロットだったらできますけど、こんぐらい10フィートぐらい長いと大変なので、9フィート10フィートでは。その時大事なのがここで挟んでこの間でこう動かすことですね。僕別に手首でしゃくってんじゃなくて、ロット自体をただなんかガシャガシャ動かしてるだけです。それでも綺麗に首振るですね。でその時に、この特にハイローラーの糸がここが長いんですよ。そのために作ったので、他社さんの10フィートより3センチぐらい長いです。で短いとこうなって窮屈なのと、結局テコの原理で近いところでこうやると疲れるんですよね。でハイローラー長いので、手を伸ばしてこうやれるととても疲れないし動かしやすいし、でこれワインドでもそうだし、タチウオとかの夜のワインド釣りですねとか、トップウォーターとかバイブレーションをジャークする時とかもこの長いのが結構メリット。テコの原理ですね。視点を遠くするととても軽く動かせるようになります。でさっきみたいなドッグウォーキングの釣りはステイを入れることがとても大事ですよっていうのと、その場で首振りさせる、なるべく移動距離を少なくして首振りさせることが大事で、そういったペンシルって少ないのでそういうのを選んでくださいということですね。2番目の動かし方で、ほうき払いアクションですね。ほうき払いアクション、トップは多分一番強いんですけど、できる日が限られる。もう風がピュピュって吹いたら絶対できないので、そういう時対応するのがこのほうき払いアクションですね。特に流れが速い時はそれで下流側にどんどん流していってあげる。でこの時変に、今風が吹いてる、流れもこっちなんで糸がものすごい左に吹けちゃいますけど、取る必要ないです。むしろ取らない方が釣れるんですね。でどういうことかっていうと、例えば糸張って
すぐ引いちゃうとどんどんルアーがこっち来ちゃうんですけど、魚は基本的にこう深い方ブレイクラインの方にいますから、こう投げた後、だいたいややアップ投げたら例えば大きく糸吹きを出してあげる。で出すともう今こんななってるんですね。でその状態で糸はこっち向いてるんで、こっちに向かってルアーがあっちあるように引いてあげると、映んないかな、下流に向かって動いていくんですね、トップは。しかもこの状態とても自然です。リーダーが水切ってないし。でもう僕もルアーがどこにあるか分かんないんですけど、大体よく分かるのはボシャーンと出てあれかっていう感じですね。特に地方の河川では水がきれいなので、基本的にはこうボトムに鈴木っている魚で、でもこう水面でバシャバシャってやってるとどうですかね、流れがあれば5メーター8メーターぐらいだったら全然上まで出てきますね。ちょっとぐらい風が低くても。むしろ水中をビヨーってミノが泳いでても見切ってるのがほとんどで、特に川の縁みたいな水がよれてない場所ではもう全然ルアーを見切っちゃってそういう場所ではこのほうき払いアクションでよく魚を出してます。でもう一つ、このほうき払いアクションよりももうちょっとネチネチやりたい時は浮かべた時に垂直に立つタイプのペンシルですね。でそれもこれ、プガチョフコブラのこのクルビットが得意なんで僕はこれでやっちゃいますけど、ちょっと浮かべますよって。でもこの垂直立ちするやつはこのアクションが出せるんですよ。このダイブアクションがパカーンってこうポチャッ、なんかちょっと近いんでやりづらいんですけど、ポチャってこの短い距離で一回顔突っ込んでまた浮き上がるっていう、これを究極ピンでやりたい時があります。だからすごい釣れる。で大体僕アップでやるんですけど、もうそこら辺についてるんだよなっていう分かるポイントですね、精で。でミノーとかバイブレーション通しても出ない時に、特にデイでは強いのでプチョーンってこう音立てるような。でこれもステイが大事なんで、大体僕のトップの動かし方はこの3つですかね。この3つを軸に、現場で合わせてやっていきますじゃあちょっともう一回下流側の方行きましょう。特に本当魚が擦れてる場所とか、水が澄んでる時とかなかなかルアーに反応してないで、初日も言いましたけどスズキっていうのは実はたくさんいて、100匹目の前にいてもノーバイトっていうのは当たり前のようにあるのがこのスズキ釣りです。だから地方でも地方は水が澄んでるからなおさらそうで、実は東京は確かに魚多いけど、じゃあそんな地方はいないかって言ったら決してそんなことはなくて、結構いるんじゃないかなっていうのが、全国回ってる僕の実感ですね。だけどもう水が澄んでるから本当に食わないですね。だからトップと、それからいわゆる流れのヨレとか、明暗部とか、そういうやっぱ魚のスイッチが入りやすい形を少しでも使わないといつまでたっても釣れないっていうのが地方のスズキ釣りで、東京は結構濁ってるので、誰がどう投げてもミノ投げてれば1年間全然釣れないってことはないんですけど、やっぱり要所要所こういうテクニック使って魚出していかないといけない時っていうのは多分にあります。東京は魚が多いだけに、釣る人と釣らない人でもう優に10倍以上、下手すると丸が2つ100倍近く釣果に差が出るんですけど、
それはこういうテクニック、引き出しの多さですよね。よし、出た。やっぱりトップがパターンだね今日の。おしょ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 。よいしょ。おまず稲子が逃げ回ってますね。よいしょ。どうしよう。もうテール一本だったね、ランディングね。川鈴木は非常に興味深いデータがあって、でこれ大分の水産研究所の先生がですね調べたデータなんですが、川で取れる個体の 98% 近くはメスなんですね。メスのやることっていうのはとにかく自分が大きくなって卵をたくさん増やせば増やすほど自分の遺伝子が残る可能性が高くなるとっていうところに尽きるんじゃないかと。でそのために、ベイトに乏しい海の沖にで過ごすんではなくて、ほとんどのメスは多分川の中に入ってきてアユとかフナとかもう何でもですね、虫も食べますし、もうとにかくやはり、生命体が流れてきやすい川に入って、で捕食をたくさん捕食をしてオスに比べてはるかに大きくなろうとすると。極端な話、オスの精子っていうのはものすごい数出ますんで、なんだろう、例えば魚が半分になったとしても受精卵の数はそんな大差ないんですよ。これどんな魚種でも言えるんですけど、だけどメスが半分になると卵の数が半分になっちゃうんですよね。ということは確実にその生態系に、その年のスズキの孵化数に、影響を与えます。だから釣り人の取ってる量は漁師に比べるとはるかに少ないんですけど、結構インパクトのあることをやってるんだろうなと思います。で実際これも大分とかいろんな各地のJGFA さんのタグ&リリースの記録でも明らかになってるんですが、釣ってタグ打って逃がしたスズキは大体その川でまた採捕される、もしくは、大分の場合は極端でもこのある瀬で釣った魚はその瀬でまた採捕されるんですよ。でそれが1年後だったりってことは、確実に自分の釣った魚を逃がせば来年以降も必ず自分の前に戻ってきてるケースが可能性が高いんですね。スズキはそういう性質持ってますんで、しっかり逃がすことが、今年80センチ釣った自分が来年90センチを釣りたかったら逃がすというのも考え方だと思いますし、でちゃんと上手に逃がさないとダメなので、スズキは海の魚で川に入ってる状態っていうのは非常に危なっかしい状態なんですね。だから川のスズキってもうリリースを間違うと簡単に死んでしまう。実際釣って海と同じような感じで写真撮って逃がしてももう手遅れの場合が多いです、川の場合。だから僕の場合なるべくファイト時間をかけないようにするのと、それからもしファイト時間がかかってしまったら、写真撮ったりメジャー撮る前に一度蘇生しちゃいます。それでね、殺さない努力をしてってあげないと、この10年15年で全く釣れなくなった、昔に比べて全然釣れなくなったよねっていう川は日本中あちこちありますよね。実は10年後の自分たちの釣りを守るっていうのをぜひ意識して、やっていけば末永くね楽しめるんじゃないかなと思いますんで。テール1本だったからね、よかったな、バレなくて。僕はやっぱ流して釣ってなんぼじゃないけど一番楽しいのでやりますけど、それで食わないこともシーズン通せば半分はそうじゃない時多いですから、
なんかそれでいないって思ってなんかもう魚抜けたねって人は多いんですよ。すごくだから僕が一番残念だなっていつも思う瞬間でもあって、で特に地方のうまいアングラーに多いんですけども、本当に要はイワシとか落ち鮎でスズキが刺してっていうかスズキが上ずって身の流すのでバンバン釣れる時期だけスズキがいると思ってる人が多いんですよね。でもスズキはもう産卵終わったら春にはもう川の中戻ってきてますし、で夏の間盛んに追っかけて秋遅くまでいますんで、ただ食ってるものが変わるっていう。濁ってるね。あと1時間ぐらいで水止まっちゃうんで、ちょっとテンポよく当たりパターンを探しに行きましょう。はい、次のルアーはまだちょっと名前決まってないんですが、多分 DVD が出る時には発売されてるブルブルのバイブレーションです。フロントのこのリップが特徴ですね。簡単じゃないね。なんかよくいるレンジにはいなそうですね。明暗みたいにもう明確な線がね決まってるとこ、まあその見えてる明暗から前後、まあ前2メーター後ろ3メーターぐらいは攻めるんですけど、自分の流れに合わせて、もしくは投げるルアーに合わせて、もしくは沈めたいレンジに合わせて、当然投げる位置も変わる、着水させる位置も違いますけど、自分のね立ち位置、どんどん変えて調整します。今はしっかり沈ませたいので、結構それなり入っちゃいますから、どんどん上流に上がるって感じですよね。ちょうどいい位置立つと、その同じ引きたいレンジを引きたいスピードで引いてる時に明暗の境目をこうキープする、下流にも行かないし上流にも上がってこない立ち位置っていうのが絶対あるので、そこをねうまく選ぶのが大事ですよね。魚に当たったな。空気なしだな。バイトはしなかったですね。多分おでこに乗った。っていうと、特に地方の人はそんなこと分かんのかと思うかもしれませんが、多分東京のアングラーならよくは知ってる現象ですね。実は食わないタイミングの時っていっぱいあって、それでもルアーを通してるとスズキに結構当たります。魚いるんですよね。50センチぐらいのレンジに何匹か泳いでるんですけど、明暗にね多分鼻つらつけて、であとこう濁っちゃった時は、明暗ってそもそも濁ると効きづらいんです。パターンとしては弱いんですけど、いわゆる明暗部っていうのは、潮が澄んでて明るいとこ暗いとこがあって、暗いところから明るいところが全部スズキからも見えるからセールしてるんですけど、これぐらい濁ると実は光の下に出てきてる。要は1メーター潜ったら光の中でもここの明るいところでも水深1メーター真っ暗なんですね。だから意外とそこにスズキがいるケースもあって、上を注視してるってケースもあります。だから結構明暗部っていう一つの光と影の線にこだわらず、常夜灯的な考えで攻めれたらいいかもしれないですね。
よしった食いました。よかった。よかった。いましたね。スーさんのちょんちょんアクション出ましたね。元気ですね。よし。あ、6時あるね。あ、ないか。綺麗ですね。うん。綺麗な魚ですね。ずーっとただ巻きでも通しても出なかったですけど、やはりスーさんのダーッとアクションしてたら出ましたね。もう干潮寸前、干潮地獄寸前です。午前1時。もうただ巻きでは出ない感じだったので、まあ、明暗部というよりはなんだろう、光が当たってる一番明るいこのゾーンですよね。このゾーンの下には下が暗いので魚いると思って、でただ巻きで出なかったので、でも絶対下に沈めても食わないんですよ。だから上で、まあ、スーさんをこうドッグウォーキングさせるようにちょんちょんちょんとちっちゃく左右に首振りながらダーティングアクションですね。まあハードプラグでやるちっちゃなワインドみたいな動きします。これがね、稲っ子、あ、今も食った稲っ子の季節めっぽう強いんですよ。だから多分稲っ子に反応してんじゃないかな、シーバスも。壁際とかシャロー際とかでも出ます。よし食った。パターンつかみましたね。あんだけ通しても出なかったのに、今もう明暗にいましたね。光と影の境目に。すごい濁りだね。全く魚が見えない。もうリーダーが見えてんのに。ハーモニカでバッチリじゃないですか。まあいろいろやってるとこうやってパターンが見つかりますよっていうのと、まあ、ただ巻きだけでいいよって人多いですけど、今日に限って言えばもう絶対ただ巻きではこうは出ないですね。完全にリアクションで食わせていく釣り。続いてはですね、川の、まあ、流れの釣りなんですが、いわゆるシャロー、河口域はどうしたって川幅が広くて浅いんですね。でその中で、まあ、どんな川もまっすぐ来る川はないですから、いろんな形で蛇行しながら来ると、潮位によって流れの走るラインで、川の、まあ、河口域になると1本で出てくって川もあるけれども、東京湾の川は結構3つぐらいに分かれて流れる川が多いです。でその、まあ、3つ分かれたとしたら、その一つ一つの筋に対してどう入るかっていうですね。でただその入ってくる流れに対して流れがスーッと出ると、魚はすぐシャロに関してはそこにあっという間に入ってくるんですね、魚が。で入ってきて、まあ、賞味1時間、長くて1時間半ぐらいで流れは変わるんですよ。すぐどんどん潮位に合わせて、流れが走るラインって変わります。でそれに合わせて魚はどんどん動いていくんですが、まあ、それを待って、まあ、どうなるか分かりませんが、まあ、流れてる最中ドンピシャ入るか、それか
そこの流れが始まる前で流れが自分の前を通っていくのを待つか、そういうようなね釣りになるのが過去域のシャローの釣りですね。それをちょっとお見せできればと思ってます。ちょっとですねウェーディングで、川の、攻略ですね、川をちょっとやってみたいと思います。で今下げ6部ちょっと下げ5部過ぎたところで、ちょっとこれからがっつり川のど真ん中まで入れるシャローの上にいますんで、ベイトもうエリアがだいぶ変わったんで、ベイト次第ですかね。ここは河口川でもあるんですけど干潟っぽくもなってるところなんでとても水がきれいなので、あとはどんだけベイトが入ってるかまだ見てないので、釣ってるうちに見えてくれば。風がすごいですね。流れは結構左から右ですね。流れを見て、入ってくんですけど、入れる場所も限られる中で、どう待つかっていう時に、またいろんな要素が組み合わさります。ただ最終的に魚は一番速い流れにつくんだってことだけ頭に入れとけば、風が邪魔してるなとかいう時でもそこを探し当てていけばスズキはちゃんとそこに入ってるっていう、それが流れの釣りですね。当たった。うわちっちゃかったかな。当たったな。30センチぐらい。凄まじいショートバイトだったな。そういうことかっていうぐらいのショートバイト。ちっちゃい。やっぱりなんだよこのサイズかよ。マジ今日もしかしたらこのサイズに悩まされるかも。聖子ちゃんじゃないか。でもやっぱりスーさんに反応してきますよね。はい、ありがとう。かなり今上でしたね。水深10センチぐらいをスーさん落として10センチぐらいをスローに引いてる感じで食いましたね。今のがメインっぽいけど、混ざると思うんですよ。そこそこ60ぐらいまでは。それはこう狙って出しにいける感じではないような。ちょっとややアップっていうぐらいがいいですね。風が同調してるんで、ドアップだと結構当たり出るんですけど、今一瞬触った。稲子かな。だいぶ潮がもう干潮30分前ですね。よし。ちょっとサイズアップ。電池。広いシャローをどんどん進んでいって、手前で1本出たけど、最終的にいい流れに自分たちから入っていったって感じですね。その流れの中で、そこから先は進まないでスーさんで魚を拾っていったっていうような状況になりました。通りますよ。遠いな。よし。よし。ちょうど64、5ってとこじゃないですかね。やっぱ選べずな感じで
もうなんかこう逃がすと結構いいサイズ。まずここに今アップクロスなんで筋に入ってると軽いですね。むしろルアーが泳いでる感じがしなくなる時に当たってきますね。でルアーが泳いでると全く今日は食わない。よし、変わんないかこれ元気だな。こうちっちゃいのは元気ですね。ちょっと大きいのはなんか疲れてるのが多いんですけど、このちっちゃいのは本当元気。今初めてスーさんが泳いでる状態、ややダウンで何で食いましたね。魚はそういう風についてれば食うんだね。よし、食った。これもちっちゃい。こんなんばっかりだねちょっと大きいのが釣りたいね。今の後ろから追い食いっていうんですかね。後ろから追いついて食いましたね。そこになんか群れが溜まってんのか。兄さんスーさんで、魚結構連発してたんですけど、サイズが出なくてちょっと困っていて、それで、兄さんですね、兄さんでレンジを下げてダウンクロスで流す、映像見ただけで、前のね本見た人は分かると思うんですけど、流してでかいのを出しに行こうかなって思ったんですね。兄さんはスーさんより沈みます。だからこう同じようなスピードで引いてると、今食ったな、乗んなかった。今こうまだ全然ターンする前でしたね。そういう状態は非常にかかりやすいんですけど、残念ながらかかんない。でも魚いますね。ここはもうシャローなんでひっきりなしに魚が回遊してきますから、粘って損はない場所。イワシだ。なんだ、捕まえたい。サッパか。よし来た。これでかいよ。でかい。すげえ。うわっしゃ深みに俺がハマっちゃった。落ち着け。落ち着いた。おおでもハーモニカだから大丈夫だね。80いったでしょ。ほら兄さんのダウンドリフト泳いでますね。取りちゃおう。いただきます。よいしょ。出た待ってたぜ超濡れた。だからやだこれ。週に1回は鈴木に引っ張ってもらわないと生きていけないみたいな。もしかしたら釣りしてるだけで OK な人も多いので、もう投げてるだけで楽しいのかもしれないですよね。想像してるだけでアドレナリンが出せるようになったら上級者ってことですよ。もうこの流しで出たなみたいな感じで、ド変態ですねそういう人
で人間ってこうその 3D の空間を想像して、でそこに時間の経過と想像が一致した時に例えようもない興奮を得るんですよ、脳みそが。多分何万年何十万年ずっと人はそうやって生きてきたはずなんで、だから本当そこのね根源的な凄さに気づける、やり込んだ釣り人は多分みんなわかると思うんですよ、この僕の話が。だから気づけた人は幸せに死んでいくんじゃないかな人生が楽しくなったんじゃないかなと思います、振り返ればですね、結構タフなコンディションが多くて、でそうすると結構ケーススタディ的にはなっちゃうんですけれども、本当に基本のベーシックな考え方プラスそういうアルファがいっぱい今回入ったんじゃないかなと思いますので、ただですね、本当のリバーシーバスの真髄から言えば本当にわずかしか入ってないと思いますが、そこから先は皆さんでそのパズルを埋めてってもらうような感じでリバーシーバスをね楽しんでってもらえればなって思います。はい。